東京は新宿駅バスタに来ているのだ。バスタといえば全国各地へのバスが出ている超巨大バスターミナルですよね。そう、深夜バスに乗車するのだ。今日はどこに行くの？なんと新宿から徳島まで行くぞ。徳島、それってかなり遠いわよね。さすがに新宿から徳島までぶち抜きで座り続けていたら体がダメになっちゃうんじゃん。ふふ、深夜バスをなめているな。今回乗車するのはこちら、マイフローラ号だ。聞いたことないけど、解説して差し上げよう。お願いするわ。マイフローラ号は簡単に言うと深夜バス界のスイートルームなのだ。スイートルーム？そう、深夜バスにもかかわらず個室管理で快適に移動できるのだ。深夜バスでカーテンがあるのは聞いたことがあるけれど、個室のものもあるのね。まるで寝台特急ね。そうなのだ。ただバス業界の知識性の関係上、完全にシートが倒れるわけではないのだ。そうなのね。一体どれほど豪華なのか気になってきたわ。では究極の快適空間を体験しに行くのだ。中身を紹介する前に、そもそもマイフローラ号とは何かを簡単に紹介するのだ。あら、助かるわね。マイフローラ号は東京・徳島間を結ぶ深夜バスで、海部観光という徳島の会社が運営しているのだ。へえ、徳島の会社なのね。マイフローラ号と似た名前のマイリピート号も運行していて、こちらは3列独立シートなのだ。じゃあ今回乗るマイフローラ号の方が個室でより高級なのね。ふふん、すごいだろう。別にあなたが偉いわけじゃないわよ。料金はマイフローラ号が16,200円からマイリピート号が7,600円からになっているのだ。マイフローラ号はさすがのお値段ね。でも新幹線で新宿から徳島まで行く場合は2万円を超えるので、それを踏まえると割安とも言えるのだ。確かに深夜バスにしては高いけど、そんなものかもね。マイフローラ号、マイリピート号のどちらも東京の八重洲から徳島の阿南をおよそ10時間でつないでいるのだ。10時間か、なかなかの長丁場ね。確かに普通の4列シートだったらお尻爆発不可避なのだ。でも結論から言えばマイフローラ号では爆発せずに済んだのだ。あ、そう、それは良かったわね。冷たいな。今回はバスタ新宿から乗車し、終点の阿南市津峰という駅まで行くのだ。阿南市津峰には何があるの？下調べしていないのでよく知らないのだ。無駄なチャレンジ精神ね。ちなみにマイフローラ号は鳴門や徳島駅といったメジャーな観光地も通るので、そこで降りるのがおすすめなのだ。それで阿南市津峰には何があるのよ？それは後でのお楽しみなのだ。ちなみにバスの予約は高速バス JP というサイトからオンラインで可能なのだ。それは便利ね。今回の年末のチケットは18,800円だったのだ。時期によって多少値段が変わるのね。そうなのだ。ただしチケット購入には注意が必要なのだ。注意？マイフローラ号は座席数がたった12席と少ない上、人気だから一瞬で売り切れるのだ。そうなのね。今回のチケットはどうやって買ったの？チケットは出発日1ヶ月前の朝10時から販売されるのだ。結構早めに買わないと売り切れちゃうのかしら。そうなのだ。今回日程のチケットなんて発売開始5分後には売り切れていたのだ。そんなにすぐに売り切れるのね。マイフローラ号に乗りたい人は1ヶ月前の朝10時にサイトに貼り付いている必要があるわね。社会人にはなかなか難しい芸当だけど、購入自体は5分もかからないので、どうにか会社の大便器に閉じこもって購入してほしいのだ。チケット購入の難易度は高めね。むむ。もう概要は分かったからそろそろ中身について教えてちょうだい。話が長くなってしまったのだ。ではマイフローラ号に乗車。バスタの4階の乗り場にバスが到着したのだ。あら、かわいい車体ね。だいたいいらないけれど、念のためスマホに乗車券を表示して向かうのだ。乗車券見られることってほぼないわよね。案の定乗車券は見られず、名前で確認されるのだ。乗務員さんがいろいろと説明してくれるので、乗務員さんが丁寧な対応をしてくれて、ものすごく安心感があったのだ。怪しげな色の階段を登った後、靴は入り口で脱ぐそうなのだ。確かに不思議な色使いだけど、靴を脱ぐと車内が清潔に保たれていいわね。今回の座席は運転手側の一番後ろにしたのだ。なんでそんな座席に？一番上座で万が一の時も安心だからなのだ。なんという下心。なんとでも言うといいのだ。結局我が身が可愛いのだ。まったく。さて、自分の席に到着したのだ。本当に深夜バスとは思えないわね。早速着座してみたのだ。明らかに一般的な深夜バスとは違うわね。前後の座席は完全に仕切られているわけではないけど、プライバシーが相当尊重された空間なのだ。座席下には
当然コンセントコーもあるのだ。小さなカプセルホテルみたいね。ちなみに目の前のモニターは使えないけどスマホで十分だし問題ないのだ。そもそもすぐ寝るしね。そうそう。座席にはマナーや注意事項が書かれた紙がある。缶をホルダーに入れるときはうるさいからハンカチで包みましょうとか書いてあって明文化してくれるのは嬉しいなと感じたのだ。車内には Wi-Fi があるもののこの感じまずいわね。でもバスの Wi-Fi が早かったことは歴史上一度もないから仕方ないのだ。結果はこの通り。非常に低速って言われてるわね。 Wi-Fi には期待できないかしらね。おとなしく動画をダウンロードして乗車するのが得策なのだ。ほんじゃ座席に話を戻してカーテン閉めます。閉めるといよいよ個室ね。マグネットでカチッと閉まるからあんなことやそんなことができるかなと妄想が膨らむのだ。何するつもりなの。座席左にあるレバーを引っ張り背中に寄りかかるとよっこらしょ。うわあ、座席がものすごく倒れたのだ。目線の先は天井ね。ちなみにダウン落ちたわよ。映像撮り直さないの。初めての感動に撮り直しなどないのだ。あっそ。本当は起き上がるのが面倒だったなんて話。墓場まで持っていくのだ。しゃあない、面倒くさいがトイレに行くか。もう心の声だだ漏れよ。それでこの怪しい光は混乱しないといいけど。車内の廊下なのだ。本当はもう少し明るいけど安い撮影機材の限界を迎えたのだ。早く何かを映さないと視聴者が離脱するわよ。そんなメタなこと言われなくてもトイレに急行しているのだ。これはついに希望の光ね。早く点灯しないとみんないなくなるのだ。光あれ。まあよしとしましょう。トイレはご覧の通り非常に広いのだ。花まで生えているわね。出しがいのある環境になっているのだ。さっさと済ませなさい。今着座しているんだけどトイレの反対側にもスペースあるな。赤ちゃん用のスペースかもしれないのだ。いろいろと気配りが効いているわね。じゃあ手を洗って出るのだ。いいわよ、いちいち実況しないで。ちなみにバスはまあまあ揺れるので足腰に自信がない人は要注意なのだ。そのためかたくさん捕まり棒も配置してあるわね。ちなみにトイレ内には SOS ボタンがあるので安心なのだ。でも怪我しないようにね。では消灯。また闇よね。さっさと席に戻って寝ましょう。個室深夜バスの大きなメリットは外を見られるのだ。確かに普通の深夜バスは光漏れ防止のために締め切るものね。やった、外だ。現代の奴隷船舗と深夜バスで外が見られる喜びは経験者にはよくわかるはずなのだ。結局そんなに外を見ない気もするけど。ではそろそろ良い時間なので寝るのだ。明日もあるしそれがいいわね。おやすみなさい。気がついたら徳島の鳴門にいる。ほとんど起きずにここまで来たわね。人によって違うとは思うが自分は熟睡だったのだ。さすが高級深夜バスだけあるわね。もう少し走ると夜も更けたのだ。徳島の朝ね。自分は道中のパーキングエリアで降りるのが好きなんだけどマイフローラ号はほとんど停車時間を取らないのだ。まああまり必要ないものね。そうなのだ。でもそこだけは少し寂しさもあるのだ。贅沢な悩みね。到着する前に座席の全貌をお見せするのだ。こう見るとリクライニングはだいぶフラットね。座席を横から見るとこんなイメージで前の座席の下に足を広々飲ませるのだ。高少年の書いた図。楽しかったバス旅行も終わりを告げいよいよ下車なのだ。寂しくなるわね。でお酒。実はいつかしてみたかった深夜バスでの印象を決行していたのだ。あらそうなの。バスの揺れで気持ち悪くなるから絶対におすすめしないのだ。意外と知らない知見だわ。生意気にも乗務員さんに靴を出していただき下車。細かな気配りすごいわね。ここは海部観光の車庫もあるようで広めのバス停となっているのだ。そういえばここどこでしたっけ。確かなんとかいうところよね。そうなのだ。何があるのかはよく分かっていないがきっと楽しいいろいろがあるに違いないのだ。ここはどこ？